はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。また買っちゃった、またかいって声が聞こえてきそうなんですけれども、車買うチューバーを自称している私ですけれども、今月2代目、今年に入って3代目の契約をしてきました。今回契約したのは、タイトルにある通り新型ハリアーです。今回はね、私が購入したグレードの発表と、それ以外でもいくつかのグレードで見積もりをしてきたので、そのおすすめグレードの紹介とかね、オプション価格とか込み込み価格でいくらになるのかを見てみたいと思います。まずね、新型ハリアーのグレード展開と価格をおさらいしておきましょう。新型ハリアーは2リッターのガソリンと 2.5 リッターハイブリッドの2種類のパワートレーンで展開されます。先代にあったね2リッターターボは廃止されています。でそれぞれ FF と4駆が用意されます。先代のねハリアーハイブリッドではね、FF がなかったのに、今回はねハイブリッドでも FF が選べるっていうのがポイントとなっています。でグレード展開は上からですね、Z、G、S の小畜梅の展開となっています。その中の、Z と G にのみですね、レザーパッケージという本革シートとか、助手席の、パワーシート、あとはシートベンチレーションとシートヒーターなどがセットになったパッケージが30万円で、選べるようになっています。でそれぞれの価格を、こちら見てみたいと思うんですけれども、全部ね紹介してると、時間がかかってしまうので、ポイントだけ言っておきますと、2リッターのガソリンモデルはですね、一番安いのが299万円の S の FF からあります。そして一番高いのが、Z のレザーパッケージという最上級グレードの4駆ですね。こちらが443万円までの価格レンジとなっています。そしてハイブリッドの方なんですけれども、一番安価な S の FF、こちらが358万円。そして一番高い Z のレザーパッケージの4駆が504万円までの価格レンジとなっています。個人的にはガソリンのねベースグレード S でも320万円ぐらいのスタートになるかと予想していたんですが、意外とね安かったですよね。299万円と300万円を切る戦略価格になっています。で最上級グレードのハイブリッド Z レザーパッケージでも540万円ぐらいするかと思っていたので、意外とね504万円に収まっているので、想像していたよりはだいたい3、40万円価格がね安く済んでるなという印象です。でここでポイントなんですけれども、ガソリンとハイブリッドの価格差が FF で59万円、4駆で61万円と約60万円の差になっています。これをねどう取るかと、どっちを選ぶかっていうののポイントになると思います。そしてね、G と Z にのみ設定できるレザーパッケージを選択すると、追加される主な装備は以下の通りとなっています。ステアリングヒーター、本革シート表皮、運転席8ウェイと助手席4ウェイパワーシート、快適温熱シート、いわゆるシートヒーターですね、プラスシートベンチレーション、こちらシートクーラーみたいな感じですね。でこれが運転席助手席につきます。そして運転席オートスライドアウェイ、これはね乗り降りする際に運転席のシートが後ろに下がってステアリングが格納されると、そういうものになっています。あとシートポジションメモリがつきます。でこれで30万円の価格になっているので、装備内容を考えたら割安かなと、お買い得な感じはします。逆に言うとですね、こちらのレザーパッケージをつけないと助手席のパワーシートもつかないし、シートヒーターすらつけられないということになっています。シートヒーターぐらいはねファブリックシートでもつけといてほしいところですけれどもね、この辺がトヨタの商売のうまいところだと思います。細かいねグレードごとの主要装備なんかはブログの方にまとめていますので、下の詳細欄にリンク貼っておきますので、そちらを見ていただければと思うんですけれども、注意点としてはですね、パノラミックビューモニターが Z にしかつけられないので、ちょっとこのね耳たぶミラーが G と S には強制装着になると。これを外すためには Z でパノラミックビューモニターを6万円でオプション装備しなければならないということになっています。お金をかければね装備が充実できるというスタンスはね先代のハリアーから変わっていないと思います。それではね早速、お待ちかねの新型ハリアーの見積もりを公開したいと思います。いくつかもらってきたので、まずはガソリンモデルから見ていきましょう。最初はですね、2リッターガソリンモデルの最上級グレード Z レザーパッケージの FF、 こちらの見積もりを見てみましょう。これがね個人的には一押しのグレードになります。で出来上がった見積もりがこちらとなります。新型ハリアー2リッターガソリンモデル Z レザーパッケージ FF の込み込み価格は 480.3 万円と、安くはないけれども、ガソリンの最上級グレードで、この価格なら許容範囲じゃないかと思います。で付けたオプションはこちらとなります。リセールを考慮してボディカラーは白黒が良いと思うんですが、今回は黒にしてます。
で選択したのがプレシャスブラックパールというね、5万5000円のオプション価格がかかるんですが、セルフリストアリングコートというね、磨き傷とか引っかき傷をクリア層のね男性によって自己修復する機能を持つ塗装となっています。そのためちょっと高いと。で正直ね、普通のブラック202っていうね、ソリッドブラックとリセールは変わらないと思うんですけれども、ソリッドブラックはね手入れが大変なのと、プレシャスブラックパールだとね、多少なりラメが入っているので磨き傷なども目立ちにくく、自己修復機能も期待してということで、5万5000円ちょっと払ってみることにしました。でそれ以外ではパノラミックビューモニターが6万500円でこちらをつけています。これもね Z にしかつけられない、いわゆる360のモニターなんですが、これをつけることで耳たぶミラーが外れます。Z ならね必須のオプションと言えると思います。そして Z 専用の超光パノラマルーフ、こちら19万8000円もするんですけれども、こちらも装備しています。でスイッチ一つで、障子のようなね、スモークと、透明なガラスが切り替わるような、トヨタ初のサンルーフになっていますが、これねただしね開閉はできないのが難点となっています。で今回の新型ハリアーではこれ以外にサンルーフは用意されていないんで、通常のねムーンルーフとかパノラマルーフは、ないと。しかもZ にのみの、これオプションとなるので Z 以外のグレードでは、サンルーフ系は付けられないということになっています。これもね、ちょっと残念なポイントにはなります。でメーカーオプションは以上となって、次ディーラーオプションなんですけれども、こちらはね ETC とフラワーマットのみと最低限にしています。ちなみにですね、今回見積もりして分かったことなんですけれども、今回の新型ハリアーは、ラブ4同様にですね、リバース連動ドアミラーは標準装備ではなくなっています。最上級グレードの Z でも、ディーラーオプションで装備しなければなりません。パノラミックビューモニターつけてればいらない説もあるんですけれども、しかもね、こちらねパノラミックビューモニターをつけているとなぜか料金が高くなるというね謎仕様で、パノラミックビューモニター装着者のリバース連動ドアミラーは 32,340 円工賃込みと、でパノラミックビューモニター非装着者は、27,940 円となっています。これねディーラーオプションはですね反社によって工賃が異なるので価格差がある場合があります。なのでねこちらの見積もりではパノラミックビューモニターつけてるので、リバース連動ドアミラーなくてもいいかという考えで、額面を抑えるためにあえてつけませんでしたが、ディーラーオプションでつけられるので納車後にねやっぱ必要だと思ったら後付けすることも可能です。でメンテナンスパックとか延長保証コーティングもカットしています。それで出来上がった新型ハリアー2リッターガソリンモデル Z レザーパッケージの込み込み価格は 480.3 万円ということです。これをね基準に他のグレードの見積もりも見てみましょう。続いてはガソリンモデルの中間グレード G の見積もりを見てみましょう。出来上がった見積もりがこちら。新型ハリアー 2.0 リッターガソリンモデル G の込み込み価格は 415.2 万円。結構安くないですかね。中間グレードとはいえねこの値段だったら全然いいんじゃないでしょうか。つけたオプションはこちらですね。こちらも価格を合わせるためにプレシャスブラックパールを 5.5 万円で選択しています。で上位グレード Z では標準装備だった安全装備のリアクロストラフィックオートブレーキとブラインドスポットモニター、そしてドアミラー足元照明 68,200 円がオプション扱いなので、これは選択する必要があります。安全装備はね全部標準装備にしてほしいですよね。むしろドアミラー足元照明とかはいらないので抱き合わせにしなくてもいいんじゃないかなとは思うところです。そして次がめちゃくちゃ高いオプションなんですが、12.3 インチワイドの T コネクトナビプラス JBL サウンドシステム Q スピーカーが36万9600円、こちらを選択しています。こちらはね、見栄えの良い大型ナビの、ディスプレイとなっています。これをつけないと8インチのディスプレイオーディオが標準装備になるので、できればつけておきたいところですね。でそれ以外のディーラーオプションは先ほどの Z と同様で ETC とフロアマットのみです。延長保証やメンテナンスパック、コーティングやドアバイザーなどはつけていません。でそれで出来上がった新型ハリアー2リッターガソリンモデル G の込み込み価格は 415.2 万円ということです。これはねなかなかねお買い得グレードなんじゃないでしょうか。Z 専用の超高パノラマルーフとかねパノラミックビューモニターが選択できないので、余計なコストがかからない分安くなっているってことですね。では続いてハイブリッドの見積もり見てみましょう。でまずはねハイブリッドの上位グレード Z のレザーパッケージ FF、 こちらの見積もりを見てみましょう。で出来上がった見積もりがこちらですね。で新型ハリアー 2.5 リッターハイブリッドモデル Z レザーパッケージ FF の
込み込み価格は 527.5 万円と、やっぱ高いですね。でもね、発表前までは車両本体価格でこのぐらいいくんじゃないかと予想してたので、思いのほかショックが少ないという形ですね。で、付けたオプションはこちらとなります。先ほどのね、ガソリンモデルの Z レザーパッケージと合わせてあります。プレシャスブラックパールとパノラミックビューモニターと超高パノラマサンルーフで、こちらがメーカーオプションで、それ以外のディーラーオプションでは ETC とフロアマットぐらいですね。ハイブリッド車では通常 1500W のアクセサリーコンセントをつける方も多いと思うんですけれども、なぜか今回超高パノラマサンルーフとですね、同時装着は不可となっています。これはね、ガソリンの 100W のアクセサリーコンセントも同様に不可なんですけれども、それだったらしょうがないですね。あとね、リセールにあんまり関係ないし、ほぼ使ったことがないので、いいかなって感じですね。で、ディーラーオプションも最低限のものになっているということですね。で、出来上がった見積もりがですね、新型ハリアー2リッターハイブリッド、Z レザーパッケージ FF の込み込み価格が 527.5 万円となりました。E4 のね、4駆にも引かれるんですけれども、リセール面では FF でも4駆でも、下取り額あまり変わらないということが多いので、私は降雪地帯に住んでるわけでもないので、FF で十分かなと。で、これで、527.5 万円ということで、検討の余地はあるかなと思います。安くはないですけどね。そして最後にハイブリッドの中間モデル G の見積もりも見てみましょう。出来上がった見積もりがこちらですね。新型ハリアー 2.5 リッターハイブリッド、G の込み込み価格は 463.4 万円となりました。G レザーパッケージと64万円の差がありますね。で、付けたオプションはこちらとなっています。こちらもね、先ほどのガソリンモデルの G に合わせてあります。やはりね、 Z 専用のオプションが付けられないので悩む余地もないですね。で、出来上がった見積もりが 463.4 万円ということになっています。といった感じで新型ハリアーを見積もりした感想なんですけれども、今までの見積もりをもう一回改めてまとめてみると、2リッターガソリンモデル Z レザーパッケージの込み込み価格は 480.3 万円で、2リッターガソリンモデルの G の込み込み価格が 415.2 万円、そして 2.5 リッターハイブリッドモデルの Z レザーパッケージの込み込み価格は 527.5 万円、そして 2.5 リッターハイブリッドモデル G の込み込み価格は 463.4 万円となりました。で、詳しく比較してみると Z のレザーから G の価格差が約65万円で、ハイブリッドからガソリンの価格差が約48万円となっています。本来だったらハイブリッドとガソリンの車両本体価格の差は59万円になるんですけれども、エコカー減税のおかげで重量税と環境性の割が免税になっている影響で11万円ほど価格差が縮まっています。これでちょっとハイブリッドの割高感が軽減されていますね。で、実際に見積もりをした感想としてはですね、ガソリンモデルの方がお買い得感ある価格なのは間違いないんですが、ハリアーの車格を考えるとハイブリッドの方が合っている気もします。で、上位グレードの Z でも先代の見積もりと比較してもそれほど高い印象は受けません。で、装備内容を考えれば Z レザーパッケージ一択ですけれども、予算によっては G レザーパッケージやレザーなしもありかもと思いました。で、今回ね、見積もりして思ったのは、上位グレードの Z は価格が高いんですけれどもナビも標準装備になってますし、選べるオプションもパノラマサンルーフとパノラミックビューぐらいしかないので、込み込み価格はね、それほど上昇しないかなという印象でした。リセールを考えれば、ハイブリッドよりもガソリンの方が値落ち幅が少ないのが常なので、おすすめグレードとしてはやっぱりガソリンモデルの Z レザーパッケージ FF 一択となるんですけれども、エコカー減税によって価格差も縮まるので車格を考えればハイブリッドもありかなとは思います。耳タブミラーを妥協すればね、中間グレードの G でも全然見栄えは良いので、400万円そこそこに収まるんだったら、所有満足度もね、高いんじゃないかなと思います。で、ここまで引っ張っておいて最後に私が購入したグレードを発表したいと思います。私のね、リセール先生でもあるね、レクサスの営業さんに聞いたところ、ハリアーならガソリンでしょうとね、即答でしたね。で、ガソリンの方が輸出の需要が絡んだ時などに高額になりやすいということもあり、レクサスの営業さんが買うんだったらガソリン FF 一択でしょうと言ってたんですけれども、
まあね、それわかるんですけれども、私がねちょっと前までラブ4の GZ パッケージというね全く同じパワートレインの2リッターガソリンに乗っていたので、その加速感を知っているのでと考えるところもあります。さらにねハリアーの方が車重が重くなっているので、より重い感じになるかなというちょっとね懸念がありました。でそこで決めかねていたのでTwitter でねアンケート取ってみました。でワンソクチューブが買うべきハリアーはっていうので、ガソリンの Z レザーかハイブリッド Z レザーか、なぜかアウディ Q3 とメルセデス GLB っていう選択肢も入れちゃったんですけれども、1日ぐらいの、アンケートで1366票も集まって、結果ですね 40% がハイブリッド Z レザーパッケージを買うべきということで、1位になったので、正直ねガソリンのコスパにも揺れていたんですけれども、アンケートを取った手前ねこれを尊重するしかないでしょうということで迷いは決めました。ワンソクチューブが購入した新型ハリアーのグレードはこれだでん。おっと写真を間違えたこれじゃなくて新型ハリアー 2.5 リッターハイブリッド Z レザーパッケージを購入しました。いろいろ迷いもしたんですけれども、悩んだら高い方買っておけば後悔はないというのがね私の心情なので、ハイブリッド Z レザーパッケージ FF にしました。先ほどのハイブリッド Z レザーパッケージの FF の見積もりに加えてですね、リバース連動ドアミラーとホイールロックナットをディーラーオプションで追加しています。値引きに関してはねかなり渋くてですね、ネットで上がってるような数十万円みたいなのにはなんなかったですね。あんまり値引きでごねたくもないので、素直にハンコをしてきました。でボディカラーはプレシャスブラックパールで、内装カラーはブラウンにしました。気になる納期なんですけれども、まだねオーダーが流れたばっかりで何とも分かんないところですが、暫定で7月中旬ぐらいにはなってますが、これもねコロナの関係とかもあるので、分かり次第またねレポートしたいと思います。ということで有言実行で新型ハリアーも購入してきました。先日のねレクサス RX と合わせて国産車2台購入と、もうコロナで景気も悪化してますがね、少しでも日本経済に貢献できればと思っています。埼玉エリアだったらね私と同じぐらい頑張ってくれるっていうね営業さん紹介しますんで、メールかコメントいただければと思います。そして新型ハリアーとね時を同じくして、なんと見積もりも解禁したラブ 4PHV、 こちらの見積もりももらってきたので後日レポートしたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。